アスファルトレジェンズで絶対やるべきイベント5選ということで、数あるイベントの中でもこれだけは絶対やった方がいいっていうイベントについて紹介していきたいと思います。で、気になるね5つのイベントについて早速お伝えすると、スターウェイグランプリバーストオブスピードデイリーイベントの週1で来る特別なカーハント、エリートクラス C から S の5つです。撮影日の関係でリアルタイムでできるイベントは週1で来る特別なカーハントとデイリーイベントのエリートクラス B だけとなりますが、それ以外のイベントについては過去に動画を出していますので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。このチャンネルでは今回のように皆様のお役に立つ情報や皆様のリクエストにお答えする動画を投稿していきますので、今のうちにチャンネル登録と通知設定お願いします。イベントの1つ目はカーハントですね。カーハントには2種類あって、不定期で来る通常のカーハントと、今回紹介する週1で来るね特別なカーハントなんですけど、通常のカーハントはだるいだけなんで、個人的にはやらなくていいかなと思います。今できるのはネスネスとネメシスなんで両方やっていきますね。デイリーイベントやっていくんですけど、このネメシスに関しては俺がね、やってなくて後悔してる全然集まってないんで、今はやる気がもうないんですけど、それで10から13ぐらいの人たちは今から始めてもね、多分遅くないと思いますんで、これは絶対やった方がいいかなと思います。どういうイベントなのかっていうとね、週に1回来るやつで土曜日かな、多分土曜日に来るイベントになってますね。どういう感じでやっていくかですけど、このイベントでね、使える車、エゴイスタとこの生産班があるんですけど、FXXK が一番ね、皆さん持ってるやつだと思いますので、今回これでやっていくんですけど、この FXXK で取れるパックなんですけど、こちらのね、レースを完走が1分26のクリア、このパックが10回引けると。このイベントでかなり排出率も高いし、ネメシス自体めちゃくちゃ強いマシンとなってるんで、僕はもうやる気が全くないんですけど、視聴者の皆さんはね、絶対やった方がいいと思いますんで、実際にやっていきましょう。コースはカリブルができがしますね。このネメシスがどれぐらい強いかっていうのを、白ぐらい強いんじゃないかな。クラブのメンバーのみんながアンロックしていくたびにね、いいなって思うけど、3枚ぐらいしか集まってない。このイベントはね、いろいろ種類があるんですけども、まあその中の1個が土曜日に来るっていうことで、今日土曜日なんでね、取れるんでやっていくんですけど、普通のカーハンと比べると、基本的には排出率めっちゃいいですね、1週間に1回来るのに。まあこれはほぼやってないからね。みんな FXXK でやってるんかな。でも俺それだったらちょっとやった方がいいんじゃないかなって思うけどね、今からに。みんなやっぱ、待って、やばい。危ね。もっと早くネメシスをアンロックして星上げたいっていう人は今ね来てるんですけど、エゴイスタのカーハントもねやった方がいいんじゃないかなと思いますけど、まあ僕はね正直もう FXXK だけで地道に頑張っていけば、10から13の人たちは毎週やってたらね、あれで16とかちょうどレジェンドいける時ぐらいにちょうどね使えるぐらい星さんかな、いい感じにできると思いますんで、まあやった方がいいかなと思いますね。レジェンドで使える車ほぼないからね、さすがに一発では出ないですね。4枚目。ネメシスのステータスも見ていきましょうか。でもベノムとかにはさすがにかなわないかな。ネメシスでも乗ったことないけど。このマシン434キロ、これ星1ステータスですからね、相当いいと思いますよ。ニトロないんで、ちょっとそこはきついかなと思うんですけど、初心者の方とかだとハンドリング補正っていうのをね、知らない方もいると思うんで、一応説明しておくんですけど、これ数値上は 39.45 とかなり低い数値になってるんですけど、補正というものがついてですね、めちゃくちゃ曲がりやすくなってるんで、本当だったらハンドリングどうでしょうかね、70ぐらいあると思ってくださいって感じですね。この車の人たちはもうめちゃくちゃ強いと思いますね。欲しい、やろうかなと。俺もね今からやりますね。なんで視聴者の皆さんもね頑張ってください。18ぐらいの時には6できるんじゃないでしょうかね。それはさすがに遅いから。続いてつまり BSX、 こちらのカーハントもネメシスと同様で1週間に一度来るイベントなんですけど、これね俺もしばらくやってなかったんですけど、まあやっても星マックスという状態になってるんです。なんでやった方がいいかっていうと、裏間のダーウェイでこのレズマニ BSX が要求されるんで、アンロックしておくことで裏間のアンロックとか星4まで持っていけるので、 BSX 自体はそんなに強くないんですけど、裏間にまあ紐を打つので BSX はやった方がいいかなということで実際やっていくんですけど、ネメシスよりは BSX の方がめっちゃ早くねアンロックできるかなと思います。でね、僕もあれで15かなくらいから始めて1ヶ月ちょいぐらいでも星マックスになったと。それじゃないかな、2ヶ月ぐらいか、それくらいで星マックスになったんですけど、これもネメシスと同じでめちゃくちゃ排出率がいいので、これもねずっとやった方がいいと思うんですけど、皆さん多分この車全部持ってるんじゃないかなとは思います。それでやった方がいいかっていうと、やっぱこの718ですね、これ持ってる人は絶対718でやった方がいいかなと思いますね。なぜなら718で走ると1分35秒のこのパックですね、コートパーツが入ってますんでカンストにつながると思いますんで、718でやるといいかなと思います。ということで実際にやっていきましょう。俺がずっとやってなかった理由としてはね、このカーハンで使える車が全部 D クラスのカマロとタルガとこの718と全部ね言うたら使いにくい車なので、ちょっとこの車たちでねずっと走るのは、めんどくさいなってことでやってなかったんですけど、やっぱねこれやらないと絶対もう裏間アンロックっていうか、アンロックは頑張ればパックとかでできるんですけど、その星上げはもう絶対 BSX がないとできないので、
絶対ね、やった方がいいんじゃないかっていうことで、ネメシス、BSX どっちやろうかなっていうことで悩んだんですけども、ネメシスよりは多分こっちの方がね、断然早くゲームね、集まると思いますね。車が全部獲得しやすいような設定になってるからね。でもね、これ今、俺の718が星4だから余裕でタイムクリアできるんであって、星1とかの人はちょっとね、タイムクリアきついかなと思いますね。なんで、718は絶対ね、育てておきましょうということで、35秒なんで、星4の場合は余裕でいけるんですけど、星1とかだったら1分40秒とかね、多分かかっちゃうんで、718やっといてくれればいいかなと思います。マジで走って率いいから、絶対ね、この設計図1枚出ますから。見て、これ、1枚出てるの。マジですごくない？これめっちゃいいんだよね、走って率。絶対ね、10回走ったら8回は設計図出るから。ということで、これは絶対何回やりましょう。あとこれですね、ネメシスを早く解放したいよっていう方におすすめのイベントで GTR でできるよという風になってて、何がもらえるかっていうと、ネメシスと同じやつですね、このパックが1個もらえるよということになっておりますので、ネメシスを早くアンロックしたいよっていう方はこれやってくれてるかなと思います。次のイベントなんですけど、エリートクラス B と。こちらね、エリートクラス C から S。とりあえず今回は B が来てるということで、これもクラス4個に分けて1週間ごとに来るような感じになってたと思います。で、このクラス B なんでやった方がいいかっていうと、皆さん多分ね、レベルト持ってると思いますんで、このレベルトでやることができて、報酬がね、かなりいいんですよ。レベルトで1列走るだけでなんと45トークンももらえるということで、こちら、本当にお得だと思います。レベルト持ってる人は絶対やった方がいいです。もしレベルト持ってないよっていう方はね、定量であれば、ナルドでもいけると思います。で、ナルドどこで獲得するかなんですけど、時々グランプリ来ますんで、それやった方がいいかな。よし、じゃあやっていこう。こちらですね、C、B、A、S と、もしね、自分の持ってるマシンがありますよっていう人は、やった方がいいかなと思ってます。1回走るだけで45トークンだからね、でかいと思いますよ。でもね、これが3回とか獲得できるわけじゃなくて、1回だけなんでね。これはね、レベルと持ってない人は、ナルドを持ってる人しかできないかなと思います。それ以外の車はめちゃくちゃ多分、入手するの難しいと思いますので、ないよって方でやりたいなっていう人がいたらね、ぜひやってみてもいいんじゃないかなと思います。で、何でやるかって言ったらね、多分もうレベルとスペシャルイベントで完走するだけでキーがもらえるっていう、めちゃくちゃね、でっかいイベントが来てたんで、まだやれてないよっていう初心者の方はね、グランプリやってみるといいかなと思いますね。ごめんなさい、レース完走じゃなくて、レースに勝利だった子で1位取らなきゃいけない感じですね。これが一番でかいんですよ、多分。クレジットが。100% でも10万もらえるので、絶対やった方がいいかなと。やってる時間の関係で、スペシャルイベントのね、解説ができないんですけども、言葉だけでも解説していきたいと思います。で、さっき言ってたタウェイっていうイベントは基本的に全部やった方がいいかなと思うんですけども、ブラカンとオニキスとスピードテールが結構ね、難易度が難しい車を要求されるので、スターウェイに使われる車は基本的に頑張って取ったらいいかなと思います。スターウェイについてはね、オニキスのスターウェイの動画と、腕のスターウェイの動画で解説してるんで、スターウェイのことね、もうちょっと知りたいなっていう方はぜひこっちの動画見てください。もう一個ね、ナルドのグランプリということを言ってたんですけども、グランプリはスターウェイよりは定期的には来ないかなって感じですね。スターウェイは確か、視聴者さんが教えてくれたんですけど、1シーズンに1回来るっていうことを教えてもらってたんで、イベント自体の期間は20日とか、だいぶ長いんですけども、グランプリはね、それに対していきなり来るということがあるんですけども、グランプリ基本的には選手が難しい車とかは要求されないので、グランプリもね、絶対やった方がいいかなと思いますね。グランプリのね、コツとか、いろいろね、今回の極みって書いてある S1 のグランプリで解説してるので、グランプリ知りたいなっていう方はぜひそっちも見てください。バートオブスピード、通称ボスと言われるね、イベントもトークンがめっちゃもらえるんで絶対やった方がいいんですけど、今はね、イベントが来てなくて解説できないので、どんなイベントか知りたい方はノアウの動画を見てください。ということで今回はアスファルトレジェンズで絶対やるべきイベント5選ということで、俺がこれだけはやった方がいいと思うイベントを紹介しました。で、今回紹介したイベント以外にもね、このゲームにはショールームとかシンジケートとかね、いろいろあるんですけど、今回ね、紹介したイベントに比べると、排出率がゴミみたいに悪いので、正直やる必要はないと思う。なんで、これからがね、レベルを上げていこうって思ってる初心者から中級者の方に関しては、今回紹介した5つのイベントを優先的にやってもらえたらいいんじゃないかなと思います。ただね、この動画が出る頃にはスイッチだけ遅れていたユナイトへの移行も完了しているということで、もしかしたらスイッチでの人口は大きく減ってるかもしれません。ですがね、このチャンネルはスイッチクラスファルト実況として、これからも皆様のお役に立つ情報やビデオ企画をね、お届けしていきますので、チャンネル登録をまだの方はぜひチャンネル登録していただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、バイバイ。